皆さんこんにちは。バズーキスタンです。私は普段 DJ やあとこの拓也エンジェルさんのショーモデルなどフォトモデルなどそういうのをやって人前に立つような活動をしています。今回はこのような和服のファッションに合ったような白塗りメイクをしていきたいと思います。ではぜひご覧ください。ではまずはじめに化粧下地を塗っていきます。最初にこのセザンヌの UV ウルトラフィットベースというものを顔全体に塗っていきます。T ゾーンや頬の上など特にテカリの気になるところはこのキスマットシフォンホワイトニングベースというものを塗っていきます。では白塗りの第1段階です。はじめにこの三つ吉のフェイスケーキを使っていきます。こちらのファンデーションは水溶きのものなのでスポンジに水を浸しながらそして溶かしながら塗っていきます。塗る際のコツとしては均一になるように手早く塗っていくことがポイントとなっていきます。あんまり同じところをずっとゴシゴシしているとそのこすったところが落っこちてしまうのでそれには注意が必要です。ではフェイスケーキを塗り終わったら次は三つ吉の 2way ケーキというものを使って白塗りのムラをなくしていきます。ポイントはこれも均一になるようにそしてムラをしっかりなくすように叩き込むのがポイントです。ベースが終わったらまずノーズシャドウを描いていきます。この100均で売ってるキラキラアイシャドウの一番濃いグレーの部分を使って描いていきます。描く際には眉頭から鼻先にスーッと伸ばすような感じで描いていくと結構シャープな印象になります。今回私はカラーコンタクトはシェリエというブランドの青い色を使ってます。私の場合コンタクトレンズを選ぶ場合はなるべく直径の小さいもの、あんまり黒目が大きくなりすぎると目の動きがわからなくなってしまうのでちょっとちっちゃめのものをいつも選んでます。そしてなおかつ色は黒とか茶色とかの濃い色ではなくグレーとか青とかあとコスプレ用のカラコンで黄色というものもあるのでそういったちょっと薄めの色を選ぶようにしています。アイシャドウの際に一番最初に使うのはこちらキャンメイクのパウダーチークの一番赤い色です。とにかく赤い色をいっぱい使うのでチークの方がたくさん入っているので私はこの色を使ってます。このチークをブラシで取って目の周りに塗っていきます。赤い色を強調するためにさっき塗ったやつよりも濃い色を塗っていきます。このマジョリカマジョルカの赤いアイシャドウで先ほど塗った赤い内側を塗っていきます。ポイントは目の際までしっかり塗ることです。アイメイクの要となるアイラインを引いていきます。アイラインはこのケイトのリキッドアイライナーを使っていきます。アイラインは最初に上まぶたの目の際を埋めるように描いていきます。で、ある程度太くしたところで目尻のアイラインを上へと跳ね上げていきます。跳ね上げる位置としては自分の眉毛の眉尻の先っちょあたりまでガーッと伸ばしていきます。そしてそれにつなげるように目頭あたりからアイラインを引いてここ思い切りが大切です。思いっきり引いて先ほど引いたアイラインの先までつなげていきます。つなげたらその中を黒く塗りつぶしていきます。時々鏡でチェックしながら形を整えていきましょう。両方とも上ラインが引き終わったら上ラインにつなげるようにして目頭を伸ばすように切れ込みラインを描いていきます。
下ラインは目の真ん中あたりから目尻に向かってつなげていきます。下ラインを引く際に目の際からあんまり離さないようにするのがポイントです。アイラインを引き終わったら、このリセのアイシャドウの一番濃い茶色で目頭から目の真ん中あたりまでをちょっと塗っていきます。はい、アイラインを引く時のイメージとしては、自分の目の周りに自分のなりたい目を描くっていう、そういうイメージでやるとやりやすいと思います。アイメイクが終わったら今度は眉毛を描いていきます。まずこのセザンヌのパウダーアイブロウのチャコールグレーで眉頭を描いていきます。眉頭が描き終わったら今度はケイトのアイブロウペンシルで眉尻の方を描いていきます。この際眉毛は太く描かずに細眉で、イメージとして柳眉で描いていきましょう。では次にリップを塗っていきます。口紅を塗る前にこのキャンメイクのリップコンシーラーで唇の赤みを消していきます。唇の赤みを消したら今度はこの100均で売ってたちょっと深い赤の口紅を使って唇を描いていきます。唇を描く際に唇を薄めに描くとちょっとシャープな印象になります。逆に厚めに描くと色っぽい印象になるので、それはお好みでどうぞ。ではメイクの仕上げにつけまつげをつけていきます。まずは100均で売っている普通のつけまつげを使っていきます。今は100円均一でも大きめのつけまつげが売っているので、自分の好みの形を探してつけてみてください。私は奥二重なのでアイラインの外側につけまつげを貼り付けてそのまままぶたを押し上げてしまいます。普通のつけまつげが貼り終わったら今度は舞台用のつけまつげを使っていきます。これらは舞台用品店に行けば売っているので、自分の好みのものを探してみてください。今回私は茶色い羽のものを使っていきます。上のつけまが貼り終わったら下のつけまつげをつけていきます。今回は左右で違うものをつけていきます。右目はピンク色の飾りがついたタクヤエンジェルさんの飾りつけまつげをつけていきます。飾りのついたつけまつげをつける時のポイントとしては、まつげとして重みがあるので接着剤をちょっと多めにつける、少し乾かしてから貼り付ける、そしてちゃんとくっつくまでしばらく指で押さえていることがポイントになります。左目も同じ要領で貼り付けていきます。特にこちらのつけまつげは大きいのでしばらく指で押さえておきます。乾いたなと思ったら指を離して落っこちないか確かめてみてください。完全に乾いて完成です。左目につけている下まつげもタクヤエンジェルさんのものです。このつけまつげのポイントは目尻に着物の素材が使われていることです。ではメイクが完了したらウィッグをかぶります。ウィッグをかぶり終わったら今度はヘアピースをつけていきます。こちらのヘアピースもタクヤエンジェルさんのものです。ヘアピースにはゴムがついていて、自分の髪の毛にくくりつけてくっつける仕様になってます。自分の髪の毛を一束取ってそれに縛り付けて垂らす、それだけでくっつくので結構簡単です。ヘアピースがつけられたら最後にタクヤエンジェルさんの蝶々耳カチューシャをつけて完成です。今回のメイクはとにかく赤い色をがっつり使う、それがポイントです。理由としては、白塗りで白塗りに一番映える色だと私個人が思っているということと、あとやはり歌舞伎、
そしてちょっと狂撃の要素も混ぜて、それで目の周りを赤くしています。見た目ほど難しくはないので、どうぞやってみてください。バズーキスタンでした。楽屋エンジェルさんの服は子供の頃にテレビや雑誌で見て、すごく着たいって、もうその頃から憧れがあって、で大人になって自分で買えるようになって、だから本当に子供の時の夢を叶えたっていう、そういう感じです。